先生、今日はここではどういうトレーニングをしてくれますか？理想は5かけ5したいんですけど、ちょっと最近できてないんで、もう重たい、すでに重たいです。そうなんですね。オリンピック終わってからなんか大きな変化とかってありましたか？まあ体重増やしたんで、力はつきましたやっぱり。そうなんです。今何キロくらいなんですか？今72ぐらいしかないんですけど、ある時は74ぐらいまで1回増えたこともあったりしたんで。確かになんか前回オリンピック前にこちらで練習されてた時よりもちょっと体が大きいようなそうですね、感じがインスタグラムでとんでもない重さでやってるのを見せるんで、いやすごいですね。実際に改めて見ると体すごいですね。体重感覚よくて体重増えればめっちゃ調子上がるんですけど、感覚悪いまま体重増えても別になんかさ OK 感じないです。そうなんです。ただ辛いだけです。先ほど軽くと言ってたんですけど、結構重いのやりますね。210ぐらいでやって調子いいぐらいなんで。じゃあこれは別にそこまで特別重いってわけでもないですもんね。今は重たいですけど。今は重たいです。練習不足で。最近は練習量を落としてるんですか？肩痛くて。なんか聞きました。肩気持ちも落ちて。小内選手あれですよね。オリンピックの時も結構肩に不安を抱えてた時期だったんでしたっけ？そうですね。大学の時に痛めてから手術しないと治らないんですけど。そうなんですね。ずっとごまかしやってて、たまに痛めてちょっと実際に高重量で上で支える時とかが一番やばいですか？肩は。そう、今もクリーンは別にいけるんですけど、差しとかスナッチが一番痛いんですけど。そうなんですね。それ手術しないと治らないっていうことは、そのお医者さんから一応診断は受けたみたいな。そうですね。そうなんですね。MRI とか取って鍵盤のところがちょっと切れてるんですけど、自然に絶対つかないところなんで。じゃあもうちょっとついてるとこ頑張ってるみたいな。マジですか？それが重さってなるとちょっと結構すごい厳しい。
結構セット間の休憩が短いような体感ですしますけど、いつもこれくらいですか？その分時間短いですけど、トータルとして1日1時間ぐらいですね、練習は。あ、そうなんですね。じゃあ今日もこのトレーニングで終わりみたいな感じですか？終わりですね。これから診察に行くのに午後の練習出れないんで、一人でどっかでやるよりはちょっとここに混ぜてもらおうと。なるほど。普段はどちらで NTC？ 日本大学で。あ、日本大学で学生と一緒にやってます。そうです。そしたら学生さん的にはすごいめちゃくちゃいい刺激になるんじゃないですかね。そうですね。自分も刺激もらえます。そうですか。若い勢いがあるんで。こっからはマジ頑張んないと。はい。すごいっすね。あれが無駄だったな。めっちゃ無駄だった。あそこから上がるんですね。すげえ。これウェイトリフターじゃないとできないですね。ボトムのあれはちょっとびっくりしましたよ。あれは真似できないです。潰れたくなかった。やっぱりウェイトリフターってなんか体感すごい怪我がすごい多いような競技に感じますね。いや、そういうわけでもないですか？どうなんですかね。なんか小内さんと同じく東京オリンピックに出場した山本俊樹選手とかもSNS で次のパリは諦めてその次のロサンゼルスを目指すっていう風な公表されてたんですけど、本内さん的には次の目標とかってやっぱパリは出たいですね。パリオリンピック軽量級だとあんまり30超えてやってる人が少ないんで、自分その次はまだ分かんないですけど、また次のオリンピックもあれですね、階級は数少なくなって、その辺は分かんないんですよね。正直あるかないかも分かってないんで、だからまずはパリを目指すしかないです。先日宮本選手が、ここに練習になんか乗ってましたね。来て、その時に本内さんと次同じ階級になるんじゃないかと思って、すごいヒヤヒヤしてるというか、そういう発言それ大変ですよね。すごい激戦になりますね。で他にもいろんな選手が入ってくるんで、結構73は強いですね。すごい層が厚いというか、層の厚さで言ったらやっぱりどの階級にも負けないですね。3番取るのが難しい階級だと思いますね。そうです。ここまで結構長くアスリート生活やってて、なんていうか辛いというか挫折的な。しょっちゅうある。しょっちゅうあります。今折れてるです、完全に。それはやっぱりなんていうか、怪我した時とか、そういう時ですか？怪我がやっぱ大きいですね。試合なくても練習楽しければとりあえず1週間楽しいみたいな感じですけど、怪我しちゃうとやっぱもっと地味な練習しないといけなくなるんで、
リハビリがやっぱしんどいですね。実際にその肩を手術するってまた1年くらいはできないみたいな感じになるんですよ。リハビリしてちゃんと戻すのにやっぱ1年近くかかるんで、それが怖くて学生の頃からちょっとこの大会終わったら手術するってずっと言ってるんですけど、でひどい時はシャフトとかで上がらない時とか、社会人1年目の時も4年生社会人1年目オリンピック前とかはシャフトとか上がらなかったです。怪我ない選手が一番強いですね、絶対。けどむしろこの世界トップクラスになってくるとこの体重で相当な重量を上げるわけじゃないですか。なんか個人的にはなんか怪我しないでむしろやる方がなかなか珍しいんじゃないかなっていうのを感じるんですけど、結構集中力があれば怪我しにくいとは思いますよ。あ、そうなんですね。調子乗ってやっちゃうとかはしなければやっぱ怪我するときは正直大概そこですね。うわ今のは別にやんなくてもよかったんじゃねみたいな、そこが大きいですね。で今さっきスクワット200行く前に潰れてたじゃないですか。でフロントの方がやっぱ低い重量なんで、ここから自分が次210とかをつける可能性はないんですよ。今210をつけたら怪我する可能性すごい上がるんですけど、客観的にそういうのが分かってれば、次何キロいけるだろうなっていうのをやっちゃおうって言ったら怪我しますよ。けどなんか個人的にその体の調子がいい時とかすごい重量が上がる時とかっていやいけそうだなと思ってなんか気分も乗っちゃうとなんか僕とかは結構なんかやっちゃうんですよね。感じします。いやそれは分かります。自分はすごいそっちのタイプなんで、怪我明けだけど今日調子いいからやっちゃおうで、また怪我しちゃったみたいな、そこを我慢できればこの競技はそんなに怪我しないと思います。なんかほとんど SNS とかテレビとかでしか見ないですけど、その今内さんのそのなんかトレーニングスタイルというか戦い方見るとなんか逆にそのアグレッシブさがあるからなんか強いんじゃないかなっていう印象も受けるんですけど。確かに、他の人とはそこは違うかもしれないですね。お疲れです。これは怪我と紙一重で来てるんで結構なんかその普段の練習風景のクリーンの重さとかも結構ギリギリというかとんでもない重量を攻めてるなって正直見てて思っちゃうんですけどでも動画載せてるじゃないですか、あれの5キロ下ぐらいはちゃんと成功してたりするんで、だからまあ無謀な5キロではないわけなんですよ。やっぱSNS 悪いですよね限界ギリギリかっこよくないみたいなところ載せるんで。確かに。でもこれ結構厳しいです。よしダメだよ、これだ。2本の時はと底辺なこれから上げていきます。
ちなみに肩のその治療とかって今後予定とかってあるんですか？まあ今日これから検査とりあえず行ってくるんで、まあとりあえずリハビリもう何回かやってるんで、まあ、なんとなくは自分でもうできるんで、まあこういう練習しながらって感じなんですけど、国体があるんですよね。もう2週間3週間ぐらいなんで、葛西さんと山根大地がいるんで、まあちょっと今の現状じゃ間に合わないんですけど、まあどこまで頑張れるか。負けたくはないですね。なんかオリンピック終わってからなかなか休む機会が全然ないというか、すぐにオリンピックレースが始まって次のパリに向けてみたいな、さらに、まあ、競争も熾烈になりますし、なかなか過酷になっていきますね。本当は増量の年を丸1年作りたかったんですけど、もう体重増やすのと力つけるので並行していかないといけなかったのがまあ大変でしたね。まあ、そんなに力ついてないんですけど。増量はどれくらい増やしたんですか？まあマックス67まで去年落としてるんで、8キロぐらい増やしてですね。7ぐらいですか。そうなんですよね。国体までって結構体重落とさないといけないですか？いや、増やさないといけないです。増やさないといけない今回。いやなかなかこのウェイトコントロールも大変ですね。増やすの大変ですね。そうですか。あんまちゃんと増やしたことないんで今まで。自然と増えて現状維持でしかあんま試合しもう減量して出るのが普通だったんで、試合の間に体重増えちゃったから階級上がっていくみたいな感じで、学生の頃もずっと増量させられたんですけど、そうだったんですね。1キロぐらいしか増えない。結構体重はそんなに増えにくい。ご飯食べれないですね。そうなんですね。胃袋だけ最弱ですから。意外でした。結構体つきが結構バキバキだから結構食べて絞ってるのかな。食べないから多分バキバキなんです。そうなんですね。そうだったんですね。なんかもう高カロリーな食事とかするんですけど、普段食べてないんで多分結局どこで暴飲暴食しても多分トータルとして小食です。そうなんですね。意外でしたね。そうだよ。結構今みたいな動きでも痛みますか？だいぶ痛くなくなってきましたね。もうシャフトで痛かったんですけど、だからよくはなってるはずなんで。リハビリといってもあれですもんね、腱がくっつくわけじゃないから。くっつくわけじゃないです。そうですよね。残ってる分が強くさせるのと、周りのこの辺の筋肉とかでカバーできる時もあるらしいんですけど、もう次4回目ぐらいになって、そのうちもう肩上がんないらしいですね。切れたら全部いっちゃったら、マジっすか？そしたらもう引退ですね。うわー、なんかちょっとこう想像するとかなり怖いんですけど。
なんか骨折で試合出れなかったとかもあるんですけど、まあ、本音はまあくっつくかなんかしてくれるんじゃないですか。山本先輩みたいな難しいのじゃなければ。すねはなんかやっぱ自分の後輩もいたんですけど、やっぱすね多いですか？でも山本先輩ぐらいの人は本当1人ぐらい、あと1人2人ぐらいしか知らないですね。疲労骨折って治りづらいって言います。ウェイトに限らず治りづらいらしい。今回フロリダなんですよ、世界大会。そうなんですか。はい。今フロリダ行くんですか。結構次のその国体はなんていうか欠場することはできないんですか？まあしてもいいんですけど、まあ一応県代表なんで、まあ最低限はやると思います。まあ優勝狙わないにしても、なんとなくは8番ぐらい入れば点数が入るんで、8番ぐらいであればそんなに頑張んなくても意外と強いですからね。でもみんな意外とばらけてるんで、まあとりあえず宮本がいなくて、山根大地もいないっす。葛西さんと佐藤幸太郎がこの2人がいて、あとの6人と勝負っすね。この2人はちょっと強いんで現状じゃ勝てないですね。なかなかオリンピックに向けてのスケジュールがなかなかハードですね。そうですね。自分は試合やった方が面白いんでいいんですけど、結構モチベーション的な感じですか？そうですね。まあ、練習も楽しいですけど、好きか嫌いかだったら嫌いに変、まあ、試合と比べれば試合の方が好き。まあ多分みんな好きじゃないですか。まあ、やっぱ試合多いと鍛錬する力つける時がなくなっちゃうのがまあ好きじゃないですけど、まあそれでも試合出たいですね。試合が好きですか？なんかタイミングかぶって学生の頃2週間ちょっとの間に3回ぐらい試合出たことあります。マジですか？海外の試合、日本の試合、県の試合。スケジュールがもう調整とかなかなかできないんじゃないですか？まあ若さですね。若さですか？その時はまだ19とか。
多分そんなもんなんで、それに比べたら年取った気しますけど。金谷さんは結構なんかその試合が好きっていうのもなんか本番に強いタイプというか、オリンピックの時とかもあれで粘れるのがすごいなっていう。まあそうですね、それはちょっとあるかもしれない。あれ落としてたらちょっと本当になんで出たんだろうってなっちゃうんで。いやー、今日すごかったですね、あれはしびれましたね。終わります。お疲れ様でした。今日はこの後は病院行ってって感じですね。そうですね、飯食って病院行ってます。MRI とか取って、ちょっとぜひまたここのジムに遊びに来てください。そうですね、もうちょっとゆっくり午後とかだと思って動けるんですが、ああ、そうですね。もう一回気持ち作り直しておきます。ではちょっと今後もまた応援していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。